ボンジューセンマヤ。こんにちは皆さん、マヤです。今日は日本語でお送りします。今日は特別ゲストをお迎えして特別バージョンでお送りします。さつきで売られているこのお米を販売されている方で精米をされている方でもあります。マレックさんこんにちは。こんにちは。はじめまして。マレックと言います。皆様こんにちは。マレックと言います。よろしくお願いします。チェコ生まれオーストラリア人で、日本で20年間住んでいまして、で1年半前かな、2年前ヨーロッパに戻って、で、日本の農家とヨーロッパとつなげたいという気持ちでいろんなプロジェクトをスタートしました。で、このお米のプロジェクトは一番最初のプロジェクトです。よろしくお願いします。このお米のプロジェクトなんですけど、日本でいろいろなこと感動しましたけれども、やっぱり日本の食べ物すごく美味しいですね。そうですね。で、その一番基本ベースになっているのはお米ですね。で、私チェコ、ヨーロッパ生まれ、でお米といえばもうただの米ですという感覚がありますけれども、なるほど。炊き方も違いますもんね。なんかヨーロッパのお米って。そうでも日本だったらちょっと違います。お米はそれぞれがあるし、で味も香りも美味しさも使い方も全然違いますので、 そうですね。でそこはすごい魅力を感じています。なるほど。私たちにとってお米は主食ですからね。もう毎日食べてるので、やっぱりそこの辺は文化的にもちょっと違いますよね。そうですね。私もその長い間日本に住んでいましたので、もうほぼ毎日ご飯食べています。もうご飯とコーヒーがないと生きていけないという感じです。なるほど。なのでこのプロジェクトなんですけど、私できればヨーロッパの方にそのアウセンティック美味しいお米を、日本のお米を本物のお米を食べてほしいという気持ちでこういうプロジェクトをスタートしました。いろんな米を日本の農家から輸入して、私は今新潟ですね。新潟と茨城と新潟産と茨城産のお米と輸入していますね。ちなみに新潟は米どころですごく有名だと思うんですけど、そうですね。どうして茨城産だったんですか？茨城産はすごくその農家たちはすごいこの10年間ですごく頑張っていますので、いろんな新しいお米を開発していますね。ですごい前向きで海外に出したいお米がそういう農家海外に出したいお米が結構いますので、すごく話しやすいです。それでなんかお互いのやりたいことがマッチングして、そうですね。それで一緒にやることになった。そうですね。なるほどなるほど。で茨城産はそんな新潟とちょっと違いますけれども、でもすごい美味しいお米が茨城産のお米も結構ありますので。なるほど。私はあまり知らなかったので。そうですか。そうなんですよ。それで純粋にちょっとなんで茨城だったのかなと思ったんですけど、なるほど。美味しいお米がいっぱいあって、で農家さんのやりたいこととマッチングして、それで今ここに。そうです。なるほどです。そんな感じですね。で私ちょっと特徴なんですけど、私農家から玄米を輸入して、で玄米をコンテナに入れてヨーロッパに輸入して、でここで精米します。なのでこの米、すべての米はもう玄米以外ですね。玄米精米していないですけれども、このお米は今週精米したばっかりお米なので新鮮で香りまでありますし、ですごく美味しいという自信がありますね。ぜひ食べてみてください。がっかりしないと思いますね。すごく美味しい日本の日本だなという、なんというかな、日本に戻っているような感覚は
生まれるんですね。そうですね。やっぱり精米したてのお米の独特な香りってありますよね。あります、あります。すごく食べたくなる気持ちをかきたてる。私毎日すごくいっぱい結構何キロも精米していますので、私の倉庫はそのお米の香りとぬかの香りがすごいありますのでいいですね。いや懐かしい、なんだか入ったら落ち着きます。なんかちょっとわかります。なんていうかな、日本の方は多分この3つのお米が多分聞いたことがあるし、多分食べたことあると思いますけれども、特にコシヒカリですね。ここは新潟のコシヒカリなんですけども、コシヒカリはいろんな日本での県で収穫できますけれども、私は新潟コシヒカリです。で、大沼もちろんみんな聞いたことがありますし、多分食べたことあると思いますね。特別ですね、美味しいですね。はい。でも夢ピリカ、最近すごく日本で有名になっていますけれども、北海道のお米です。なんというかな、すごく白い美味しいお米ですね。でこの3つはすごく有名なんですけれども、あんまり知られていない米はこの虹のきらめきと四季豊ですね。多分ミルキークイーンは何とか聞いたことがあるかもしれないけど、食べたことがない方が多いと思いますね。でまずこの、全然多分知らないお米からちょっと説明したいと思いますね。で、四季豊なんですけれども、これは茨城産のお米なんですね。で四季豊は5年6年前から新しくできたお米で、でコシヒカリのハイブリッドでお米は甘くて粘りもあってすごいもちもちのお米なんですね。すごく美味しいです。美味しそうですね。美味しいです。聞いてたら。そう美味しい、すごく美味しいですね。これ絶対食べたら日本にいるという感じ。多分ヨーロッパにいるということを忘れてしまうかもしれないお米です。すごいもちもちのお米です。もちもちが好きな方はぜひおすすめのお米です。で多分一番最近できたお米、虹のきらめき2年前できたお米ですね。2年前。これ新潟のお米なんですけれども、新潟といえば新潟コシヒカリですね。でも最近はこの虹のきらめきはすごく人気が出てきて、その理由は、シンプルな味、あっさりしたもち感があります。でこのお米はどんなことでもできるんですよ。もう寿司に使ってもいいし、そのまま食べてもいいし、丼でもすごく合っているし、いろんな使い方法がありますので、すごいですね。すごくいいお米です。で多分私から見ると、この米はおすすめですか？おすすめですね。素晴らしい。全ての米は私好きなんですけれども、この米はぜひ1回でも食べてほしいです。魚沼コシヒカリはその日本でといえば一番の美味しいお米なんですけど、それは確かそうなんですけれども、このミルキークイーンは実際はもうちょっとプレミアム感があります。すごく美味しいお米ですね。で、今まではですね、例えばポーランドで結構いろんな方が食べているんですけれども、一回食べたら他の米が食べれなくなってしまいますという話よく聞いていますね。すごく美味しいお米です。美味しいです。でぜひ一回でも食べてみてください。ちょっと炊き方がちょっと他の白米とちょっとだけ違うんですけれども、その炊き方はもうちょっと後で説明、しますので、なので、このいろんな種類がありますね。この白米の中でこの、自分が好きな米、絶対見つけれると思いますので、試してみてくださいね。これだけ種類があったら、そうですね、自分の好きな米が見つかりそうですね。で実際もうちょっと後で話すると思いますけど、その、食べ物によって違う米を使った方がいいんですね。さっきちょっと話したんですけど、この虹のきらめきは丼とかおにぎりとか寿司にすごく合うお米ですね。すごいですね。何でも
これ何でも結構いけますけど、はいその米によって違いますね。それは興味がありますね。でまだ話していないのはこの玄米、みんな玄米がしていると思いますけれども、健康なすごくヘルシーなお米なんですけれども、でもあまり美味しくないというか、炊き方も難しいですね。パサパサやっぱしちゃいますよね。そうですね。で特に日本で炊飯器がありますので、その玄米モードがありますけれども、ヨーロッパではないですね。玄米の炊き方全くわからないヨーロッパの方が多いですよ。普通でれば普通のモードで一回私普通モードで炊いて大失敗したことが美味しくないですね。噴火しました。だけどこの日本人は多分これどういう米か多分わかると思いますけど、一分付きですね。なのでその白米ではなくて1に設定してで精米しています。なのでちょっとだけしか精米してない。で栄養価は玄米とほぼ一緒です。変わらないですけど、炊き方は白米と一緒です。なのでヨーロッパの方にすごく向いているお米ですね。それはいいですね。すごくいいです。いいですね。でちょっと水にだけ3時間ぐらい置いてたら、でちゃんと炊いてたらすごく甘みも出てきますし、そんな粘りがそこまでがないし、寿司はちょっと難しいですねこの米で固まらないですね。ですけどすごく健康美味しいお米になります。で、どんなものでも一緒に食べれますね。ぜひこのいろんな研究があるんですけれども、このお米は1ヶ月だけ食べていたら、もちろん肉と野菜と一緒に食べてたら、1ヶ月以上食べてたら自分の体の変化は自分で気づきます。そういうぐらい素晴らしいお米です。1ヶ月ずっと毎日これ食べるのが多分難しいんですけれども、でも食べてみてください。すごく美味しいお米です。で、子供たちはね、多分もうちょっと健康な美味しいお米食べさせたいというお母さんたちは玄米は難しいですね。子供たちはその玄米が食べれないんですけど、ちょっとねやっぱり、普通のお米とちょっと違いますもんね。そうですね。私は結構提案しているのはその半分の一分付きと、例えばコシヒカリを混ぜて炊いたら子供たちは、甘くて美味しいんだけど健康なお米を食べれますから、ちょっと提案というか、ちょっとヒントですけどね。私も食べてみたいです。気になります。美味しい、すごくあまり健康気になるけどちょっとこう玄米はちょっとっていう人にはじゃあ。でもこれはね私しかやっていないので日本でも多分食べたかったら注文しないといけないですね。そうですね。日本でも特別にやってもらわないと、そうですね、なかなか一部付きそうですね。ないですね。ないです、見たことないですね。こういうようないろんな種類がありますので、ぜひ毎月でも毎週でもいろんな違う米をちょっと食べてみてください。でどんな米が好きかとか、どんな米がこっちに合うか絶対見つけれると思いますので、聞き米ですね。してみてください。お願いします。では今から実際にご飯を炊いていきたいと思います。お願いします。お願いします。今日は2つのお米の種類炊きますね。みんな多分何回も食べたことがあるの新潟のコシヒカリと多分皆さんまだ食べたことがないのミルキークイーンという2つの種類のお米炊いていきます。でコシヒカリからスタートしますね。コシヒカリはみんなこの米見たことがあると思いますけれども、こんな感じなんですけど、でミルキークイーンのと比べましょうか。どう違う、この米どう違いますかね。すぐわかると思いますけど、これはこんな感じですね。これ見てたらちょっと色が違うし、違いますね。ここがミルキークイーンですね。で、ここはコシヒカリ。全然違う。比べま
ましょうか。見てください。こっちがミルキークイーン。こっちはミルキークイーンで、こっちはコシヒカリ。全然違いますね。全然違うお米ですね。でもちろん味も全然違います。大きさ。コシヒカリはそんな大きなお米ではないんですけれども、ミルキークイーンの方がちっちゃいですね。すごくちっちゃなお米なんですけれども、結構膨れますので、結構味が濃くてすごく美味しいです。こんな違いますね。ちょっと戻します。もったいないので。洗米しているときはたまにこういう米粒がありますので、それを洗うときはもう捨ててください。ではこの白い炊飯器でコシヒカリやりますね。でこれいちごですね。でもこれはすごく簡単、誰でもできます。でこれ子供たちは必ず勉強してくださいね。お父さんとお母さんのために自分で米を炊くのが大事です。2、3で4で4でいきますね。4、5。多分ちょっとわからないんですけれども、まだ米の匂いがすごくします。香りがちょっと匂ってくださいね。すごく香りがします。精米したばかり香りが。お米の香りがしますね。生きている米と言ってもいいですね。うん、で、最初に洗うときは大事のはできるだけ早く水を捨てます。その理由は精米したばかりお米はすごく水を復習するので、まずはきれいに洗えますね、最初に。なのでちょっと冷たい水がいいで、ちょっと待ってくださいね。で水が冷たい時はちょっと水入れて、ですぐ止めてさっと洗って優しく、ですぐ水を捨ててほしいんですよ。これ見にくいですね。あまり復習したら良くないので、もう一回やりますね。ですぐのあたり、日本の方はよくわかるんですけれども、外国の方はね、これまだこういうちょっときれいな水じゃないので、これ、精米したばっかりお米なので、私はその何回より水を見て判断します。もう必ず優しくしてくださいね。優しく。で、水がちょっと変わってきましたね。見えます。で、多分もう一回やりますね。で、今は最初と水が違いますね。この感じでいいかな。で4語でしたので、4語までですね。
ですね。で、ここは自分で調整してみてください。硬い米の好みとか、柔らかい米の好みとか、ちょっと柔らかいの方がいいだったら、ちょっと水を増やします。ちょっとだけですね。で、ちょっと硬めが好みだったら、ちょっと減らしますので、コシヒカリはすごい柔らかい米なので、私はもうその4、ちょうど4のところに、このラインのところに水入れますね。もうちょっといきます。で、精米したばかりお米は、水が、その米の中に水が入ってますね。まだ抜けていないので、すごく水が入っていますので、多分、失敗しないと思います。少なくしても、ちょっと多くしても、大丈夫だと思いますので、できるだけ、その4のところにしてください。で、やりましょう。次は、ミルキークイーン炊きますね。で、このミルキークイーン、昨日精米したばっかりなので、まだすごい香りがします。すごく美味しく炊けると思いますので。で、3合しかやらないですね。4、2、3でいきます。で、洗い方は一緒です。その米によって洗い方変わらないので、まずは一番最初に冷たい水でちょっとで多分わかるのですごいこんな感じになっていますね。できるさっとやります。でもう一回ですぐ水いきますね。でもう一回これ日本の方みんな多分当たり前の毎日やっているんですけれども、外国の方はあまりわからないので、こういうでまだその何回やらないといけないより水の状況を見てくださいね。精米したお米はもうちょっと多分洗わないといけないです。こんな感じ。水がすごく変わりますね。これぐらいでいいかなと思いますので。で、産後ですね。で、ミルキークイーンはちょっと特殊なお米なので、私だったら3まで入れないですね。もうちょっと少なめに入れます。今ちょうどちょっと3の下でこれぐらいでちょっといいと思いますので、皆さんちょっと試してみてください。口に合うか合わないか違いがあるんですけれども、ミルキークイーンは結構ちょっと違う特別な米なので、水ちょっと少なめ大丈夫です。少なめがいいんですか？ちょっと少なめでいいです。結構少なめ。そう、産後いらないですね。なるほど。メモっときます。これぐらいで感じ。はい。でやってみます。はい。これから楽しみですね。ではできました。で、ちょっと一緒にちょっと食べていきましょう。ちょっといろいろ話して、でまずはコシヒカリ開けますね。コシヒカリです。で大事のはもうちゃんと下からしっかり混ぜましょう。
で、ミルキークイーン。もう匂ったらもうすごいわかりますよ。あ、お米の匂い。お米の匂いしか言ってない。ちょっと違う。で、混ぜましょう。コシヒカリは入れますね。こっちはコシヒカリ入れて、で、こっちはミルククイーン。あ、お腹が空いた。お腹が鳴りそう。で、はい。これちょっと見てたら、これ大事ね。わかると思いますので、このめちゃくちゃちっちゃかったですよね。結構膨らまして、大きくなりました。で、色的にこれはミルキークイーンとコシヒカリはもう見た目でそんなわからないけど、触るときはやっぱり粘りがすごいですね。ミルキークイーンの方で。ミルキークイーンの方が粘りが強い。コシヒカリは当たり前粘りがあるんですけれども、ミルキークイーンの粘りがすごくあって、で香りすごいもうミルキークイーンという感じします。もうそれ以上の説明方ちょっと難しいですけど、ぜひ食べてみてください。このミルキークイーン。まずコシヒカリからいきましょうか。じゃあちょっとどうぞ先。ちょっとじゃあいただきます。どうですか。おいしい。普通の美味しいですね。これコシヒカリですね。で、めっちゃ美味しい。綺麗に。立ってますね。で、食べ方上手。匂いがしますね。で、これ味わえますね。美味しい。日本の美味しいお米です。これがあるので、人生がもっと楽しめるという感じします。米最高です。これコシヒカリですけど、でミルククイーン初めて食べるんですね。はい。じゃあどうぞ。ありがとうございます。あ、匂い違いますね。違いますね。そう並べるとわかりますね。いただきます。確かに粘りがちょっとこっちの方が強くて、味も全然違います。ですごくこの米がもう匂いだけでアロマだけですごく濃い味がしますね。でこのコシヒカリは普通に食べたら日本やなという感じですけど、ここは高級感というかもうすごいなんというかな、どういうふうに説明したらわからないけど、リッチな感じがします。リッチですね。食べてみてください。これ本当にうまいお米です。で、すごいです。もうこれ食べたら他の米もう無理になります。すごい美味しいです。すごい美味しいです。で、もうちょっと柔らかくできるので、もうちょっと普通に水入れたら柔らかくなるんですけど、このちょっともち感が出てきますね。それ好みがありますので、もっと柔らかい米だったらもうちょっと水入れてもいいし、このままだったら、全然 OK です。すごい。水少なめだったけど全然感じないですね。全然 OK です。このミルククイーンの特徴です。めちゃくちゃうまいですよ。すごく美味しい。なんか落ち着きます。リッチですね。リッチですね。なのでこれはそのままで食べてもいいし、で焼肉と一緒に食べてもいいし、唐揚げと一緒にもすごく美味しいですよ。リッチな味がしますので、本当に負けないですね。で例えばコシヒカリは他のものと食べるとそのコシヒカリの味がなくなる、あるんですよ。でもミルキークイーンは絶対自分の味を持ちます。濃いものと一緒に食べても
これも結構濃いので、すっごいいろんな味が出てきますので、多分これ日本人でも好きだと思いますけど、フラン人はもう試してみてください。この米がすごい美味しいです。おすすめです。私の。もう一回食べますね。ごめんなさい。いただきます。ご飯に合う付け合わせを作ったのでご紹介しますね。ご飯に合いそうなご飯のお供をいくつか紹介しますね。これは皆さんご存知、納豆。ご飯にめちゃくちゃ合います。それから、これは海苔の佃煮です。海苔を甘辛く煮たものです。それからからし明太子、これもご飯によく合います。これは魚の卵ですね。と大根の煮物です。大根煮たものです。それから漬物ですね。これもご飯によく合いますよ。すごく久しぶりで、どれでも好きなのどうぞ。ではまずいただきます。でこれ結構濃いですか？ちょっと食べてみて。切っても大丈夫。さっき作ったから。美味しいです。美味しいですか？やっぱり無角煮と食べたら全然どっちもすごく濃い味が美味しいです。これちょっといただきます。それどうぞどうぞ。これもったいないかな、これ。ちょっとつけていきますね。ちょっと甘いですか？大丈夫ですか？美味しいですか？味付きますわ。ご飯と一緒に。Merci d'avoir regardé cette vidéo。ビデオを見てくれてありがとうございました。では、ありがとうございました。またね。よかったらチャンネル登録してね。